キノさん疲れちゃう久しぶりじゃないですか。どうも伊沢です。今日はカスタムをしようと思うんですけど、前回の動画見ていただけたでしょうか。前回はこのドアパネル RPG カーボンのねドアパネル、あとこのワイパーカウルフォージウェーブカーボンでこれを取り付けましたっていう動画だったと思うんですけど、今回は前回っていうか結構前につけてたんですけど、これね、ここちょっと今リベットで何箇所かで止めてるんですけど、この止め方をちょっと変えようかなと思って、今回はちょっとパーツを買ったんで、こんな感じのパーツです。でちょっと見えづらいかな。今1個これね、うわ、このチタンボルト、今回このマフラーのチタンの色と合わせてこいつをこんな感じでね、ちょっとインストールしていこうかなって思ってます。ちょっと作業もやりながら撮影するんで、ところどころスキップしちゃいますけど、じゃあそこまで軽くスキップします。OK、 今外しましたリベット。こんな感じで穴がいっぱい開いてる。これをここに今回はこのねエビナットっていうんですけど、このエビナットをここの穴にうまい感じで埋め込んでって、で最後これをかぶせて、でさっきのチタンボルトで締めるっていうような感じで作業を進めていこうかなって思います。レッツゴー。ガンガンね、もうこんな感じでバンパーはすぐ穴開くんすよ。こんな感じでウイウイウイってバンバン開けてきます。でこれエビナットの仕組みってどうなってるかっていうと、このエビナット裏にね、このバンパーとかってビスのネジ山がないところとかに使ったりするんですけど、こいつをこのシルバーのやつをここにこの穴にねかしめるんですよ。この機械を使って、こいつね、これを使ってかしめてあげて、でそこに今回取り付けるカーボンのパーツをこういう風に間に挟んであげる感じですね。でこれはもともとバンパー側にこのシルバーのエビナットはついてるんですけど、でその上からこうやってパーツをかぶせてあげて、で最後これで締め込んでいくっていうような感じの固定方法になります。これだったら落ちることはほぼないんで、これでねちょっと見栄えを良くしていこうと思います。はい、エビナットこういう風に、であとこれをギュッてねやるんですけど、なかなか力が必要なんで、これはもう憎しみを込めるか何かしてもらってギュッてこう潰しちゃってください。レッツゴー。こんなもんなのかな。なんかすげえ硬いんだよね。ちょっとエビナットの詳しい使い方わかる人、ちょっとよかったらコメント欄で教えてください。これで多分合ってると思うんだけど、一応かしめはできてるから大丈夫だと思うんだけどな。ほら、ちょっと待って。いやマジで暑い。今日30度ぐらいなんですよね、気温が。暑すぎる。いきます。これは
ネットショッピングで買いました。これを見て、もうすでにインストールされてます。無事インストール完了しました。こんな感じです。ちょっとね、離れてみると映像だと伝わりづらいかもしれないんですけど、こんな感じでね、ちょっとここのビスどうしようかなって、なんかバランス的になんか微妙なんだよな。まあちょっとまた調整していこうかな。まあでも前よりは良くなったかなって感じですね。 OK。 そしたらまあちょっと今日暑すぎて、今多分2時ぐらいかな、体内時計2時ぐらいで、とりあえずこれからちょっとまあ洗車して車久々にね綺麗にしようかなって思います。暑っ。ちょっと移動します。今日はガソリンそんな減ってないんで出ないで、こっちですね。トラックカーウォッシュ、ここです。まあ一回ね動画で紹介してるんですけど、ほら水9分200円。もう僕はいつも水なんで水で十分です。そう、これ僕のおすすめで IK フォームプロ2っていうやつなんですけど、これはねこうやって水とシャンプーを入れて、まあ手動なんですけど、こうやってやればこうやって泡出るんですけど、もうないんですけどこうやって全体的に泡をつけて洗車することができるんで、これはすごいおすすめですね。僕の洗車が結構変わりました、これで。まあこうやってバーってやっていけばいいんで、あとは洗う感じです、普通に。今洗車終わったんで、今回はこのファインラボのねクイックディテーラーを使って、これセラミックのメンテナンスみたいなやつなんですけど、これを使ってメンテナンスしていこうと思います。濡れたタオルはトランクバーで干して完了です。お疲れです。もう疲れた。めっちゃ暑いんですけど。で、これからちょっとキノさんから急遽連絡があって、まあ夕方ちょっと大黒行くかもってことだったんで、まあ急遽これから大黒の方に移動していきたいと思います。まあ大黒久々なんでちょっと楽しみですね。YouTube の動画それも撮影したいと思うんで、まあお楽しみにしていただければと思います。はい、完全に大黒の前でなんか橋の手前で渋滞してます。すっごいんだけどこれ全然進まないから、もう大黒も目の前なのに全然進まないっていうね。日野さんとは無事合流できるんでしょうか。やばいっすねこれ、今日渋滞。なんかやっとアクアライン出たと思ったらまたこれだよ
マジね、やっと合流できましたからね、キノさん。キノ今日久しぶりかな。大黒はだいぶ久しぶりだと思うんですけど、キノさん久しぶりじゃないですか。マジで久しぶりっすね。元気？シニスター、元気ですまあちょこちょこねミーティングして連絡取ったりしてるんで、そうなんだかんだ2ヶ月、そんな経ちます？1ヶ月か、1ヶ月ぐらい。そうビークフェスの時なんで、確かにキノさんの車がねなんかピカピカになってるんですけど、なんかやりました2層千葉くんのところ2層やでっちゃいました何の2層ですか？セラミックコートですやば通りでピカピカなわけだ。もう相変わらず綺麗なんですよね。いや洗車してないんだよこれ。してないんすか？全然してないんすか？全くしてない。ずっと、最近車触るとこじゃなかったから、ずっと落ちたんだけど全然汚れがたまんないし傷もつかないし、めちゃめちゃいいっすね。セラミックコートのいいところって、高いんだけど、一層やるのにすごいお金はかかるんだけど、傷がついてもそれが熱でちゃんと修復してくれるんだよね。だからツヤが消えない。だからなんか円になってるやつとかあるじゃん。あれがもうそうっすよね。自己修復みたいな感じですよね。出てきづらくなる。めちゃめちゃいいっすね。俺も年末にやってもらったんですけど。そうなんだ。そうっす。でも僕セラミックじゃなかったんで、今度そうですガラスコートはちょっとねやりたいな。セラミックいいよ。しかもめちゃくちゃいいやつつけてもらって、もうなんか多分こんだけこいつが塗るテカになったのってワックス7層昔やってたんだけど、その頃ぶりかもしれないやばだってめっちゃ綺麗ですもんね。なんか僕も頑張って洗車はしてるんですけど、なんか輝きが違うなやりたてだから水洗いだけで大丈夫。もちろん泡も必要だけど、じゃあちょっと今日大黒日曜日なんでちょっと軽く見てみますか。ありますか。行きますか。行きましょう。やばい。今日結構人がなんかさっきより増えたかなって。やばいな。これ個人的に好きなんだよな、ロードスター。超綺麗。ちょっと暗いいね。やっぱ GT ウィングかっこいいね。うわ、しかもカーボン。こっちから見ると見えない。かっこよ。これ山走ったらすごい楽しそうっすよね。やば、ベルファイアがめっちゃ低いっすねなかなかエアサスっすよね。すごっ、かっこいいっすね。シンプル白黒。僕はこういうねちょっと渋い日本車も好きなんですけど、セルシオね20とか30も好きだし、これはほぼノーマルなのかな。車高もそんなに落ちてないから。いや GT もいいな。もうさっきのめっちゃ眩しいっすね同じぐらいですかねすごっアンダーいいっすね。やばいね。これはねペタペタなセダン。個人的には30かっこよ。30いいっすね、セルシオいいな、ズームレンズ。そうなんです。だからこうやって
キノさんのテールライトってそういえば新しくなったんですよ。ちょっとスモークが薄くなったのかな、なんかちょっと眩しい。でもめっちゃ綺麗なんですよね。いいな。やっぱこのテールライト2台並ぶとすごいいい感じなんですよ。イエス。いえ、やばいやばい。エボミ。もう終わりか。じゃあお疲れ様です。キノさん、今日はありがとうございました。ああ、早い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 。危うく締められるとか。じゃあ Like, comment and subscribe. Oh yeah